こんにちは。時計購入協議会会長です。いやー、高級時計の値上がりがシャレにならない状況ですね。そうなるとますます時計選びを失敗したくないと思ってしまいます。そこで今回は会長のこれまでの時計購入の経験を踏まえて、この時計ガチで買ったらあかんというものについて話していきたいと思います。特に最初の1本目にこれを選んだらあかんというものに触れていきますので、参考にしてもらえれば幸いです。そして動画の最後にはこれ間違いないだろうという時計も紹介したいと思います。どの時計買ったらいいかと迷える子羊を救いたいという気持ちで作りましたので、ぜひ最後までお付き合いください。はじめに会長が買った最初の機械式時計に軽く触れておきます。別の動画でも話したことがありますが、会長はジャガールクルトのグランドレベルソカレンダーで時計沼に踏み込みました。レベルソは本当にいい時計で、今でもお気に入りの一本です。ここを出発点に数々の瞬順を乗り越えてきた結果、会長は結論として2つの圧巻時計を見出しました。まず1つ目の買ったら圧巻時計はズバリ使いづらい時計です。いや、何当たり前のこと言ってんねんって思うかもしれませんが、この一見当たり前だと思われることが意外と難しいんです。なぜならいろいろなブランドのさまざまな時計が圧倒的な魅力を持って私たちを襲ってくるので、思ってもいなかった時計が急に欲しくなったりするからです。話がそれましたが、改めて実はこの使いづらいの意味はいろいろあって、使うシーンが限られているもの、機能が複雑なもの、色使いが派手なものなんかです。順番に行きますと、使うシーンが限られているものに関しては、会長のレベルソで言えば革ベルトの時計はシックでかっこいいんですが、夏に使うのがきついんですよね。最初に買うんだったら金属ブレスレットの方が汎用性が高くておすすめです。あとはデザイン面で言えば、めちゃくちゃドレスだったりめちゃくちゃスポーツだったりするとオンとオフ両方で使えない可能性があるので注意が必要です。さらに機能的な面では、会長のレベルソは3気圧防水で対磁性は特にないんですが、防水性能と対磁性能がある程度高いものを選ぶといろいろな場面で気にしなくて使いやすいですね。とすると結局ラグスポが使いやすくていいんですよね。ラグスポの人気の根源っていうのは今言ったような汎用性の高さだと思うんですよね。冷静に考えると、むしろなぜ今までラグスポというジャンルがここまでの人気が出ていなかったのか不思議に思えます。それから複雑機構に関しては、これは最初はやめておいた方がいいんじゃないかと思っています。会長の場合はトリプルカレンダーとムーンフェイズがついているんですが、これが一度止まるとカレンダーとかを合わせるのが面倒だったり、オーバーホールの料金が高かったりしてあまりおすすめできません。せめて日付だけとか、なんなら日付なしがいいと思います。というのと、実はもう一つ理由がありまして、上がり時計、つまりもうこれを買ったら他の時計はいらないという最後の時計って突き詰めていくと、シンプルな2進3進の時計か、あるいは複雑機構を積んだものか、この辺りになってくると思うんです。であれば複雑系が好きな方は最初は使いやすいシンプルなものを選んどいて、上がりに複雑なやつ言っとけば満足度が高くなっていくつも買う必要がなくなると思うんです。複雑系が好きでもシンプルで使いやすい時計って必ず必要になります。なので最初はシンプルなものから入るのがおすすめです。あとは色使いが派手なものに関して言えば、普段の服装に合わせづらいとだんだん使わなくなるというのももちろんありますが、そもそも時計、特に高級時計は普段のスタイルを格上げする効果があって、例えば T シャツに短パンっていうラフな格好でも時計をつけるとバシッと決まるわけです。そこへド派手な時計を持ってくるとカジュアルに寄りすぎるので、ドレスとカジュアルとのバランスを取るためにはある程度上品で落ち着いた時計がいいと思うわけです。じゃあ具体的にどの時計買ったらあかんのかなんですが、これらを総合的に勘案して、では今言った時計絶対あかんのかといったらそうではなくて、2本目以降だったらいいと思います。結局好きな時計って使いづらいことが多くないですか？だから最初は使いやすいのを選んでコレクションのベースを作っておいて、そこから憧れの時計に手を出していくというのがいいんじゃないかと思います。
なんか時計何本も買う前提で話してしまいましたが、もちろん1本しか持たないという方も1本だけであればなおさら汎用性の高いものを選ばなくてはなりません。ちなみに会長はゴリッゴリのドレスウォッチが好きなんですが、ドレスウォッチって使う場面少なすぎて最初からそこに行くのはダメだと思いますし、あとはある程度時間が経つと収入が上がったり選球眼が良くなったり感覚が麻痺して意外と時計にお金突っ込めちゃったりするので、ガチで憧れの時計を買うのであれば少し待った方がよろしいかと思うわけです。では2つ目の買ったらあっかんな時計は妥協の産物です。高い買い物なので妥協して買ったらあかんすよ。会長の話をしますと、最初の1本を選ぶときにムーンフェイズがある時計が欲しかったんです。いや、ムーンフェイズってクォーツにはあんまりない機能なので機械式時計感すごいですし、何より綺麗なのでそこにこだわって選んでたわけですよ。それで最初に候補に上がったのがエポスのナイトスカイというモデル。これ文字盤を夜空に見立ててカレンダーとムーンフェイスがあるんですよね。確かエポスの中でもヒット作だったと思うんですが、結局これに行かなかったんですよね。というのもいろいろ調べていく中でマニファクチュールという響きに憧れを持ってしまいまして、今でこそ得た問題とかがあって自社ムーブメントを使っているメーカーが多い中で、昔からやっているガチの技術屋さんという激渋なブランドがジャガールクルトなわけです。もうね、これいかんかったらあっかんということで清水ダイブで買ってしまったわけですが、結果として別の時計を買ったとしてもレベルソにたどり着いたと思うので、ある意味ショートカットできてよかったんじゃないかと思っています。いろいろ遠回りして目的の時計にたどり着いたとしても、その間に買う時計の分の値段を考えればいきなり清水ダイブしてしまった方が安く上がると思うわけです。ただここで注意というか誤解が生じないように付け加えておくと、何も全員が100万円とかする時計にいきなり行けという意味ではなくてですね、人それぞれ満足するポイントはあると思うので、時計なんて言ってみれば自己満足の世界ですから、金額は置いておいて満足する時計を買ったらいいということです。とはいえいろいろな事情でなかなか欲しい時計が手に入らないと思います。特に最近は値上げとか特定のモデルに人気が集中してしまうとか、そこで会長が解決法を伝授します。金が足りないのならもやしを食え、入荷していないのならマラソンをしろ、入荷に時間がかかるならひたすら待て。以上。ではこれ最初の1本目におすすめだよという時計を最後に紹介したいと思います。察しのいい方はお気づきかもしれませんが、そうロレックスのエクスプローラー1とカルティエのサントス・ドゥ・カルティエです。これが使いやすくていいんですわ。デザイン的にもシンプルなのでオンオフ両方いけますし、防水性能耐磁性能も十分で文句なしです。特にエクスプローラー1は使い勝手が抜群な上、最悪手放すってなった時もそれなりのお金が戻ってくるので間違いないです。もちろん他にもおすすめの時計はたくさんありますが、この系統のものを探してみるといいんじゃないかと思います。というわけでいかがだったでしょうか。この動画既視感があるなという方はいつも見ていただいてありがとうございます。今回紹介した選び方、改めて自分で見返すと結局いかに余計な時計を買わずに最短ルートで欲しい時計を集めるかということになっているんじゃないかと思いました。急がば回れという言葉がありますが、どんな道をたどれば満足できるのか、それは言ってみなければわからないのかもしれません。では最後になりますが、時計選びに迷われている方にこの言葉を送りたいと思います。これはアントニオ猪木さんでおなじみの道という一節なんですが、これがまさに時計選びの真髄ではないかと思います。では行きます。この道を